皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は差し子の道具の収納について話をしようかなと思っています。よろしくお願いいたします。今日のメインの話はここの缶の話です。はい。これにこの缶に差し子の道具を多分これが一番かな一番コンパクトバージョンということで収納してますと。それを話していこうかなと思っているんですけれども、ただ私この刺し子関連の動画を投稿してきて、過去に刺し子の収納に関する動画をいくつかもうすでに投稿してるんですよね。それでまずは今までどんな収納の話をしたかっていうのを簡単にちょっと話そうかなと思っています。でその話をした後に今回のメインのこの一番小さな缶の話をしようと思っています。で、これはね、後でまたお話しするので、はい。このあたりが私過去に刺し子の収納関連で話した時に出てきたものなんですよね。で、刺し子の収納だともういろんな収納があるんですけれども、動画もね、いくつか投稿してるので、今回わかりやすいようにリストにまとめました。刺し子の収納っていうリストを YouTube の中に作ってるので、それに今回話をする関連する動画を入れておきますので、詳しくはその動画を見ていただければと思います。ざっ、今話すのはざっとね、こんなことを話しましたっていうのだけ話そうと思います。で、まず刺し子の収納だと、大きく2つあって、1つは道具の収納と、で、もう一つが、二つ目が、作りかけの付近の収納っていう方なんですよね。この大きな二つで私いくつか過去に投稿してきたんですね。それで、まず、そうですね、作りかけの付近、制作中の付近、そのあたりの収納だと、この辺を使ってるんですね。で、それも動画に投稿してるんですけれども、前に投稿した時は、前にというかもう今もそれ変わってないんですけど、これ、袋が、これなんですよね。ちょっと透明なのでねわかりにくいんですけど。で、あとは、これの開けてるのあるかな？少々お待ちください。そうですね。すでにね、こういう、糸なんかをね、入れておくのに、使ったりしてる。これですね。はい。これのサイズがこれで。で、あと、これもね、使ったりしてます。これはちなみに無印良品の B6 サイズのものを使ってるんですけれども、多分、100均とかでもあるんじゃないかなと思います。はい。で、このあたりで、一番大きいのがこれなので、この中では。で、一番コンパクトなのはこれですね。なので、布はこっちかこっちに入れてるんですね。で、こっちはもうちょっと小さいものをまとめるときとかに入れたりしていて、で、もうとにかく私、前もその収録動画話した時も言ってるんですけど、布と糸はセットでっていうのを、もう一番大事かもしれないと思いながら毎回言っていて、なんでかっていうと、やっぱり、あれどれだっけみたいなことを極力私思いたくないっていうのがあって。で、例えばですけど、一例ですけど、こういう作りかけの付近があって、で、定期的にね、淡々ともう何日かでやっているんだったらまだしも、結構置いておいてしまう。気づくと、あれ1ヶ月以上進んでないこれみたいなことだってあり得るんですよね。そうなった時に、糸と布がセットじゃないと、あれこれどこの糸だったかなってなったりするんですよね。で、もちろん特徴的な糸だったら、これだなってすぐわかるんですけど、案外糸をたくさん持っていたりとかすると、赤とか紺とか、あれどこの使ってたかなとかなるんですよね。とかそんなことを思うので、こういう、私はこれとこれを使い分けてるんですけれども、
それによってとにかく一緒に入れておくっていう風にしていて、でこの辺は前もね動画にしたんですけど、例えばこれが今回ねちょっと3種類持ってきたんですけどね、これ作りかけとまだこれ刺してないんですけど、これが一番小さいサイズですね。私がよく使う布巾の中では一番小さいサイズのもので、その次がこの一般的な正方形のもので、これがホビーレさんのもので長方形なので一番大きい感じなんですね。で、例えばこれとこれだったらこれに入れられて、なおかつ糸がこういう薄いものだったらこれに入れられるんですよね。でも一例としてこういうダマのものを、厚みのあるものを2回分、私は両手2回分とかで糸切って針に通してってやってるんですけど、こういうものだともうこれにはちょっと無理なので、その場合にこっちを使うっていう感じです。例えばですけど、ちょっとね糸が組み合わせ違くて申し訳ないんですけれども、一番コンパクトだったらこれとこういう感じでね入れておけるとすっきりするんですよね。それで例えばこっちだったらこの一番大きいのがホビーレさんなので、これとこちらもちょっと糸との組み合わせが違くて申し訳ないんですけれども、ちょっと厚みがあるものっていうことでこれをね一例で持ってきたので、こういう風に入れておけるので、厚みは出ちゃうんですけどどうしても、ただ差し子しようって思った時にとにかくこれをこの袋を持ってくれば組み合わせとかどの糸だったっけと考えずにすぐできるっていうのがあるので、そんなことをですね私過去に動画にしてます。これは過去に動画にした話の振り返りというか、それでちょっと説明をしてみました。はい。で、さっきも言ったようにこの袋が案外いい大きさなんですよね。ちょうどいい大きさなんですよね。例えばさっきも言いましたけれども、こういうものをね入れておけたり、あとは案外これもギリギリ入るんですよ。これの大きさだったらギリギリ入るっていうで買った糸のなんていうんですかね、パッケージみたいなものをちょっと入れておくんですよね。そうするとどなたのかどこのメーカーのものか、そういうのが分かったりとかするので、そういうものと一緒に袋に入れておいたり私はします。これだったらねここに書いてるから、ここの糸だってすぐ分かるんですけど、こういうのだとね分かんなくなっちゃうのでっていうのもあるので、こういう袋に一緒に入れたりしています。あとはこれは丸型ですね。私模様を描いたりとかする時がありますので、丸い型をね切っておいてるんですよ。それを入れてるのとかにも、こういうちっちゃいものとかを一つにまとめておくと、なんか何センチがないみたいなことになりかねないので、もうこの袋にまとめて入れておくとかってすると分かりやすいかなとか、そういうものにねこれ案外いいんですよねと私は思って使っています。以上がまずは作りかけの刺し子ですね。それの収納の話で、過去に、この辺は動画にしてますという振り返りですね。で、あとはこの辺はちょっとねもう口頭で話しちゃうんですけれども、糸の収納もね、例えば今これとかって出してきましたけれども、当然ながらもういっぱいなんですよ。それをなんかどういうものに入れて収納してるかっていうのも投稿したことがあります。刺し子糸の収納ですね。あとはこれ作りかけのものですけれども、完成した刺し子の収納、それもね名前も出てきますので、それをどういう箱に入れて収納してるかっていう話も動画にしてます。それはスタンダードプロダクツの、私何でしたっけね、
R30 ボックスっていうのかな。なんかそういうのに入れてるんですよ。なんか、あれの時は、こういう感じにして、こういう感じにして、こう、ちょっとこう縦にこうやって並べてますみたいな感じで、はい、収納してるので、そういう話もしてます。あとは、そうです。あ、それで、あと道具の収納の話もしていて、例えばですね、これ一番でもないけど、大きいのだったら私、これにね、収納してるんですよ。で、これの具体的な中の、見ていただいてる動画も過去に投稿したことがあります。それもリストの中に入れておきました。あとさっき言ったように、これもね、コンパクトになるんですけれども、例えば、一番コンパクトだったら、さっきの一例で見ていただいた、ね、こういうものと、こういうものが、これが材料ですね。材料。そして道具。で、これ。そして、あとは、ここに、ハサミ、こういうハサミ。なんかこういうのをね、一緒に入れておくと、こういう感じにしておくと。そうすると、もうこれとこれ、ちょっと今、あれがないですね。何でしたっけ。糸通しだ。私、糸通しも必要なので、それをね、後でこう入れてあげると、この刺し子付近を作ろうと思った時に、もう糸はセットであって、で、ハサミもこう入れておいて、あとこれだけ持ってくれば、もうこれを持ってくればね、すぐできる。で、終わったらもうね、さっと袋に入れて、っていう感じでできる。で、これだったら、家でもそうなんですけど、もし場所を変えてね、刺し子する時なんかも、これとこれをね、もうセットで持っていけばそれでできるっていう感じなので、道具もできるだけ、さっきのね、箱に入れてる時もあるし、一方で、本当にもうコンパクトにしたい時はこういうものに入れたりしてます。これの、動画も投稿してます。で、ポイントは、さっきもからも言っているように、布と糸はセットで、あと、さっと取り出しやすく。だから、あれとこれとそれとこれみたいなものを、それぞれで持ってくるんではなくて、とにかくまとめておくっていうことですね。こういう袋に入れてまとめておく。で、できるだけコンパクトにっていう感じですね。その辺がポイントになってくるかなと思います。で、そうすることによって、たとえ、この付近が、ちょっと1ヶ月とか、この付近に限らずとも差し子することが、1ヶ月2ヶ月空くことだってあるんですよね。ああなった時に、あれ、道具とかどこ行ったっけなとか、どうだったかなっていう時に、もうとにかくあんまり考えずに必要なものはこれとこの2つの袋持ってくればできるっていうぐらいにしておくといいかなと思います。はい、ここからは今日の本題ですね。今日はね、この缶の収納について話そうかなと思っていましたので、それを持ってきました。で、ちなみにこれは、ライブ配信の時によくね、置いているので、収録動画の時もね、ちょっと端っこの方に置いていたりとかするので、これは見ていただいたことがあるんじゃないかなと思います。どこかの収録動画の中でも、これの話はしてる可能性はしてたかなって思うんですけど、改めて、収納をメインにした動画ということで、今回はね、この話をしようと思っています。で、こっちのね、缶はね、今回ちょっと初めて持ってきました。最近ちょっと手に入れたので、これの話をしたかったと言っても過言ではないっていう感じではあるんですけれども、はい。で、これは、私、近所のスーパーで買いました。パッケージがですね、こういうのに入ってるんですよ。これですね。ちいかわプチキャン。全10種類あるそうです。で、そのうち、だから開けるまで何が入ってるかわかんないんですよ。で、それで私はこれとこれを持っているって感じですね。
で、これを見たときに、いや、なんかこれの売ってるのを、情報を知ったときから、まあ、これもあるけど、あれ、これもできるんじゃないって思って、なんか、ちょっと小さそうな、その時サイズ感ははっきりわからなかったんですけれども、あれ、これも入れられんじゃないって思って、いや、もう要するにやっぱり、差し子するときに、どういう道具とか、あとどういう収納でとか、そういうのをいかに自分のお気に入りのもので揃えていくかっていうところも、差し子を楽しむ、一つの要因になるんですよ。なので、まあこれにね、ちょっと道具を入れてあげると、ちょっと差し子も楽しくできるかなとか、なんかそんなことを思いまして、これをね、手に入れてみました。で、ちなみにこっちはですね、もうすでに入ってるんですよ。何が入ってるかというと、これは、これですね。これですね。さらしの下準備をするときとかに、ちょっと挟んでおきたい。ちょっと止めておきたいっていうときに使ってるんですけど、まあ、これ入れるのいいんじゃないみたいな風に思って入れてます。こういう感じにして、で、使うときはちょっといくつかね、なんかこの辺とかにも置いて、こういう感じにね、置いておいて、まあ使って、外したらここにとりあえず置いてとか、はい、そんな感じで、これはね、あれなんかちょうどいいなと思ったので、この感じは入れてます。はい。で、これは、こっちはまだね、中をね、入れてないので、空っぽなので、ちょっと今はね、これを使ってるんですけれども、こっちにちょっと入れてみようかなと思います。で、こっちはこっちで、いつもどういう風にしてるかっていうと、まあ、このサイズで使う道具が、これですね。これでもう賄えてしまうところの一番大きな要因はこれですよね。ハサミがこの大きさっていう。まあ、これがこの大きさでできるから私、この缶に入れたりしてるんですが、そうだそうだ思い出した。別にこっちに入れてもいいのです。これ、缶も好きだからね。缶が可愛いから入れてるんですけど、これこっちでもいいですね。ちょっと、じゃあこっちに入れてみましょうか。こっちに入れてみると、これと、糸通しがこうなるから、もう道具はこれで OK になるんですよ。でそうなると、これ、さっきね、見ていただいたこれも、このハサミがもうそもそもいらないので、ハサミも取っちゃって、こっちはもう布と糸だけ。そして道具はこっち。もうこれが一番コンパクトバージョンですね。はい。こういう感じで、これが、ね、ちょっとこう端っこにいて、これとこれで、ちょっと組み合わせ違くて申し訳ないですけれども、はい。こういう感じにして持ってくると、もうこれとこれがあればすぐできるみたいな風になるんですね。道具もここにね、全部入ってますからね。で、まあ話はそれましたが、例えばこういうのは、こういう袋は持ち運び、場所を変えて差し子するときなんかは、缶よりはこっちの方がいいんじゃないかなと思います。こっちね、結構ガチャガチャしちゃいますのでね。まあ私は基本家ですることが多いので、もうこのまま缶に入れたりしています。はい。まああくまで一例ですけれども。はい。で、これが、じゃあこっちの缶の方に話戻しますと、こうですね。で、まあ、ライブ配信の時なんかはもう最初にね、こういう風に準備をしておいて、で、端っこに置いておいて、で、刺し子を持ってきて、それで、これで、刺し子をするという感じですね。で、ここに置いたり、あとは、そうですね、針ですね。針使いかけで、ちょっと一旦、ちょっと置いておきたいっていう時は、これ、針、ここにね、こういう風に磁石になってるので、ここに置いておくことができます。こういう風に使ったりしています。で、これがまあ、この長方形バージョンの場合で、じゃあこれをね、今回新しくしてみましたので、これにも作ることができると。これに入れてみるとどんな感じになるかっていうと、これとこれがこうなって、
こうなって、こうなって、で、こうなると。はい。はい、これでできました。あ、だから、これとさっきも見ていただいた、はい、これと、これ。はい、これですぐ差し込みをすることができますとなります。ね、さーっと持ってきて、もうさーっとすぐ差し込できるようにっていう感じですかね。はい。で、これだと、これの注意点でもないんですけど、そうですね。案外入れるのはこっちの方が入れやすい。深さもちょっとこっちの方があるし、特にこっちはスライドすることないので、何か途中で引っかかるってこともないので、このままこう入れちゃえば、余裕はあります。余裕はある。あ、後で定規でちょっとサイズ測りますね。ただ、これの注意点はこうやって、で、こういう感じで差し越してるときは。でもこれちょっと真ん中にずらした方がいいと思います。というのも、さっきのように、これ針休めにするときに、ちょっと糸じゃない、針が出てきてしまった。これをこう置くときに、あまり端っこすぎると、ちょっとこうかかっちゃう。ここにね、ぶつかっちゃうこともないこともないので、こういうふうに真ん中にしてあげた方が、こういう感じで置きやすいかなと思います。で、あと、収納するときにこう寄せてあげて、はい、これで片付け OK。はい、お疲れ様。みたいな感じですね。はい。で、こっちは、さっきも言ったように、ちょっとこっちの方が薄いので、あんまり重ならないようには注意しないといけないです。で、ここが最後スライドしますからね。はい。でも、まあもちろんこれはこれでね、しっかり入りますので、で、ここで、こっちだったらこのまま、ね、置けますから。長方形ですから。ここの分がね。こういう感じで。はい。差し子を楽しむことができます。あ、じゃあ、何センチか。これは、文房具屋さんとか雑貨屋さんで、これミッフィー買ったんですけど、スヌーピーもあるんじゃないかなと思います。で、じゃあちょっと蓋の部分でざっくりですけれどね。蓋の部分で8センチ ×5 センチ。そして厚さが1.5、1.5センチですね。はい。で、ちなみにこっちは、じゃあ直径、一番長いところで測ると6.5センチですね。6.5。そして厚さが、こっち2センチですね。はい。厚さがね、こっちの方があるので、まあ余裕でね、スムーズにこう入れることができます。はい。大体のサイズはこのようになっています。あくまでね、私はこういう風にやってますっていう一例なんですけど、缶とかいろいろ可愛いのもありますし、道具もね、皆さんそれぞれなんか自分のお気に入りをね、見つけていただいて、楽しく刺し子ができるといいんじゃないかなと思っています。はい。ということで、今日は刺し子の収納に関する話ですね。メインは今このお話ししたこの一番コンパクトに、収納できる刺し子の道具の収納ですね。この話をしました。ただ過去に、いろいろ収納関連の動画はもうすでに投稿しているので、それは再生リストにまとめてます。で、こんな話をしてきましたっていうのをちょっと簡単に前半の方では話しました。もしよかったらね、過去のそちらのリストから過去の収納の動画も見ていただけましたら嬉しいです。そして先ほども言いましたが、
自分のね、お気に入りを見つけていただければと思います。こう、刺し子をするモチベーションがね、上がるといいなというふうに思っています。次回の動画は、今使っている刺し子布巾がいくつかありますので、それをアイロンがけしながら、その模様についてちょっとね、雑談的に話してみようかなと思っています。で、あとは、私定期的に刺し子布巾を制作していて、それを動画にしてるっていうのがメインの投稿になってるんですけれども、その模様は次回の動画で話そうかなと思ってます。はい。まだちょっとね、いろいろ本を見ながらどうしようかなと思ってる最中なので、はい。今まだ考え中なんですけど、その辺は次回の動画でお話できるのではないかなと思っています。ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。